こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度から速度を落として聞いてみてください。字幕もたくさん用意しているので、ぜひそちらも活用して楽しんでください。はい、ということで皆さん、今日のトピックなんですけど、焼肉に行ってきたお話をしようかなと思います。皆さん、焼肉は好きですか？私は焼肉が大好きです。今回、彼と一緒に焼肉の食べ放題に行ってきました。なので、今日は日本の焼肉のスタイルについてだったり、あとは食べ放題って何とか、日本のそういった食べ放題の文化についてお話ができればと思っています。はい。まず日本の焼肉についてなんですけど、この焼肉っていうのはバーベキューですね。お肉を焼いて食べる料理のことを焼肉っていう風に言います。日本の焼肉のスタイルは、だいたい机の真ん中にお肉を焼くところがあって、そこで自分で焼いて食べるみたいな感じです。なんですけど、結構国によっては、お肉を焼いてくれる人がいたり、焼いたお肉が出てくる国もあるかなと思います。日本は焼いてくれるお店もたまにあるんですけど、だいたい自分で焼いて食べます。なので、焼き加減って言って、しっかり焼きたい人とか、ちょっとレアで食べたい人とかもいると思うんですけど、そういったところ自分の好みに合わせて焼いて食べることができるので、人によって焼き奉行って言って、こういう風に焼くと美味しいんだとかっていうメソッドを持っている人もいます。はい。ですね。で、日本の焼肉屋さんなんですけど、だいたい牛肉、豚肉、鶏肉とかが置いてます。他にも海鮮、エビとかイカとかホタテとか、そういったものがあったり、お野菜、玉ねぎとかかぼちゃとかキャベツとか、そういったものもあります。で、他にもスープとかご飯とかがたくさんあります。これ結構日本特有かもしれないんですけど、牛タンって知ってますか？このタンっていうのは舌のことを言います。牛が牛なんですけど、牛の舌を食べるんですね。皆さんの国ってどうですか？牛タン食べますか？日本は結構牛タンが人気メニューの一つになっています。牛タンって油が少ないので結構さっぱり食べられるんですね。さっぱりっていうのが油が少なくて軽く食べられるもののことを言います。焼肉って大体全部油がちょっと多い料理かなと思ってるんですけど、牛タンはその中でも油が少ないので、レモンとかネギとかと一緒に食べるんですけど、口がちょっとさっぱりしたり、油でちょっと疲れた時に牛タン食べたいなーってなります。すごく人気なメニューの一つです。癖も少ないんですね。癖っていうのはお肉の匂いとか、そういったちょっと独特な味のことを言うんですけど、牛タンは比較的お肉の中だと癖が少ないので、ぜひもし日本に来る機会がある方いれば牛タントライしてみてほしいです。私もすっごく大好きなんですけど、おすすめのメニューの一つかなって思います。はい。で、今回は私、食べ放題のスタイルに行ってきました。食べ放題って聞いたことがありますか？食べ放題っていうのは、決まった料金の中で、そのメニューの中のもの、何でも食べられますよっていうスタイルのことを言います。今回私が行ったところ、もう3500円くえんくらいで90分間食べ放題のお店でした。この食べ放題ってすごく日本では人気な文化の一つかなって思います。焼肉も結構食べ放題の文化多いんですけど、他にもお寿司とかしゃぶしゃぶとか、あとは鍋とか、他にもスイーツ、デザートの食べ放題のお店とかもあります。皆さん食べ放題とかって行ったことありますか？結構国によって食べ放題、こんなメニューがあるよとか、こんな食べ放題のお店があるよとかあると思います。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。ちなみに私、韓国で彼と一緒にサムギョプサルの食べ放題と、あとはトッポッキの食べ放題行きました。トッポッキっていうのが、こんな細長いお餅が辛いソースの中に入って、それで食べるやつなんですけど、その食べ放題もめちゃくちゃ楽しくて、ソースも自分で選べるし、あとはティギンって言って揚げ物ですね。揚げ物を好きなの取ってきて、トッポッキのソースにつけて食べたりだとか、最後にご飯をトッポッキのソースの中に入れて、ポックンパっ
っていう炒めたご飯にして食べることもできました。家でお肉いろんな種類買って食べるとかって難しいんですけど、その食べ放題に行くといろんな種類のものをちょっとずつ食べることができるので、私はすごく大好きです。皆さんはよく食べ放題とかって行きますか？ぜひぜひ皆さん食べ放題行く方とかは、どんな食べ放題があるよとか、自分の国のおすすめはこんな感じだよとか、ぜひ教えてください。それで今回行ってきた食べ放題、さっき90分で3500円くえんくらいで食べれたって言ったんですけど、メニューがだいたい100種類くらいありました。で、お肉がもちろんたくさんあったんですけど、それ以外にもスープもデザートもドリンクも全部頼み放題のお店でした。で、その中でも私の一番のお気に入りが、すき焼きカルビです。すき焼きって皆さん聞いたことありますか？どうかな？すき焼きってこんな感じの料理なんですけど、砂糖とかお醤油で味付けた甘じょっぱい、甘辛い味付けのお肉と生卵ですね。生卵を溶いてそこにこうつけて食べる料理のことをすき焼きっていう風に言います。で、このすき焼きの味付けがついているカルビを焼いて、実際に生卵にこうつけて食べる料理なんですけど、このすき焼きカルビが本当に美味しかったです。私、2人で多分6人前くらいかな。たくさん食べました。ご飯とも合うし、もうやっぱり日本って生卵を食べる文化があるじゃないですか。なので私も生卵大好きなので、本当にお気に入りのメニューになりました。皆さんの国って生卵食べますか？なんか、日本って、すき焼きも生卵につけて食べるっていう文化もあるんですけど、他にも、卵かけご飯って言って、白いほかほかのご飯の上に卵乗せて、あとはもう醤油をわーっとかけて食べるご飯もあるんですけど、生卵ってほんと食べない国もあるかなと思うんですね。ぜひぜひちょっとそこら辺もコメントで教えてくれたら嬉しいです。ちなみに今回の焼肉なんですけど、90分間本当にノンストップで最初から最後までたくさん頼んでたくさん食べたんですね。なので結果、私食べ過ぎました。食べ過ぎたっていうのが、何々しすぎた。本当にたくさん食べてしまったことを言います。で、本当に食べ過ぎました。前回私が春についてお話ししましょうっていうタイトルで動画を出してたかなと思います。これですね。なんですけど、そこで私今年の目標ダイエットですって言ったんですけど、ちょっと食べ過ぎました。で、体重計乗ったんですけど、ちょっとびっくりするくらい増えてたんですね。このまま行くと全然達成できなさそうなので、これから運動を頑張らなきゃいけないなと思ってます。皆さん今年の目標とかって達成できそうですか？なんかもし今、目標に向けて頑張れてるよっていう方、ぜひぜひ一緒に頑張りたいなって思いますし、ちょっとこのままじゃやばいかもっていう方、ぜひ私も今から頑張るので、はい、一緒に頑張りましょう。ですね。そんな感じで、焼肉とかって美味しいから食べ過ぎちゃう。ついつい食べ過ぎちゃうんですね。で、特にその中でも食べ放題って、時間が決まってたり、お金が決まっているので、なるべくたくさん食べたいんですよね。そんな食べ放題の文化ってすごく私面白いなって思いますし、日本ってその食べ放題とか、あとはお酒だと飲み放題とかあるかなって思うんですけど、そういったの、もしこう日本に旅行に来る機会とかがあれば、すごく楽しめる食事の一つになるかなと思うので、ぜひぜひ皆さん機会があったら試してみてください。はい、ということで、今日は焼肉に行ったお話をさせていただきました。日本の焼肉は、このグリルが真ん中にあって、そこで自分で焼くスタイルがメインになってきます。で、今回私たちが行った食べ放題っていうスタイルもたくさんあって、焼肉だけじゃなくて、しゃぶしゃぶとかたくさんあるよってお伝えしたんですけど、そうやって時間の中で、決まった料金の中で食べることができるスタイルを食べ放題っていうふうに言います。日本は本当に食べ放題のスタイルのお店がたくさんあるので、ぜひぜひ日本に来ることがあれば食べ放題も調べてみてください。ちなみに皆さんの国の焼肉のスタイルとか食べ放題とかどんなスタイルがありますかね？ぜひぜひコメントで教えていただきたいです。で、最近コメントたくさんいただいていて、一つ一つ私が返信をさせていただいてます。ぜひトピックのリクエストとかもあれば、ぜひコメントで教えてください。
あと、今回焼肉に行った時に、注文するシーンだったり、あとは実際に注文した商品が届くところとか、こう焼いて実際に食べるところとかをリールにしてみました。この後リールが上がるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、次回のエピソードなんですけど、次回のエピソード、私、憧れの人に会ってきました。憧れっていうのは、こんな人になりたいなって思うような人のことを言います。そんな憧れの人に会ってきたお話だったり、その憧れの人、私がなぜこのチャンネルを始めたのか、だったり、あとは今後このチャンネルでどんなコンテンツを配信していきたいかみたいなところにもつながっています。そういったところ、これからのチャンネルについてとかのお話も次回のエピソードでできたらいいなと思っています。ぜひ楽しみに待っていてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。またね。